眠い。タイのバンコク旅行2日目です。今日はバンコクのお寺巡りとして、ワットパクナムへ行こうと思います。まずは電車移動で近くまで移動します。今何時だ？今何時？7時。おはようございます。今日はタイ観光2日目です。今午前9時前ぐらいになるんですが、これから、観光地の一つワットパクナムに電車に乗って行っていきたいと思います。だいたい50分ぐらいになると思うんだけど、MRT かな乗って、向かいたいと思います。パンパ駅に着きました。これからワットパクナムに向かって行こうと思うんですけど、実は駅から少し距離があるみたいなので歩きはしんどいと思われるため、タクシーか何か交通手段利用して近くまで行きたいと思います。なんだっけ、グラブでタクシーゲット。3人で80バーツ。車で5分ぐらい。イエーイ。20、20、20、20。ワットパクナムの周辺入り口の近くまで多分来れました。ここからちょっと実際のエントランスの方に向かっていきたいと思います。ワットパクナムの本堂入り口に到着しました。早速お寺の中に入ってみましょう。こちらはイリアンゴのための寄付の場ですね。この黄色いものはろうそくで、手前にあるボックスに寄付を入れるとこのろうそくをいただけるので、そのろうそくを奥の鍋に入れ溶かします。溶かしたものをさらに奥の入れ物に移しているようですね。ちょっとハプニングがあるので見てみてください。あ、こぼれちゃいましたね。もう少しだけ奥の方へ進んでみます。金の象さんを見つけました。タイで象が祀られているのは、アユタヤ時代に王様を乗せ王を守りながら戦闘で戦っていたためらしく、勇気と誇りの象徴となっているからとのことです。こちらでは僧侶に向かい皆さんでお祈りをしているようですね。あ、ワンちゃんだ。ちょっと動画をハイパースペースかな。涼みスポット発見。6月のタイなのでなかなか外が暑いため、涼みスポットは大変ありがたいです。さて何匹動物がいるでしょうか。あなたは全部見つけられる？正解はさてワットパクナム名物の大仏に来ました。収まらない。膝しか見えない。
全然見えないのでちょっと見やすい位置に移動します。おおでっか。牛久とどっちが大きいのかな。牛久大仏は茨城県にある大仏ですね。猫だ猫だ。猫こっち向いてくれ。猫だ。見て見て、大仏さんのお尻。大仏さんのお尻。わあ、大仏さんのお尻だ。我慢できなかったのかな。グレートパゴダ。この後こちらの塔に入り、インスタ映えで有名なガラス製のぶっしゃり塔を見てみようと思います。こちらが島内マップですね。フロアは全部で5階まで行くことができ、目的のぶっしゃり塔は5階にあります。あ、写真撮れない。では早速階段を上がっていきましょう。すごい量の展示がありますね。また金色の柱の存在感が強い。金色を見ると皆さんは金閣寺などを思い描くかもしれませんが、私は小学生の頃金色の折り紙を収集していたことを思い出します。反射してしまって見えづらいですが、装飾などすごく綺麗に作られていますね。これだけ金色で精巧に作られているとどうしても考えてしまいますよね。小学生の頃にすごい数、そしてすごい種類の像が展示されています。いくつか見ていてお気に入りを見つけました。それがこちら。なんだか好き。いろんな像を見ることができますが、何がすごいって一つ一つすべて細かく作られている点です。これだけ細かいと中学生の美術の授業中に一枚一枚描いた木の葉を思い出しますね。あれ？大学の頃の知人に似てる？いや、似てないわ。こちらが一大観光スポットのガラス製のぶっしゃり塔。これは見とれちゃいますね。お寺の隣に小さなマーケットがあったので潜入してみました。これは宝くじですね。
これはお供え用のプアンマーライかな。チャトゥチャックマーケットでも売っていましたね。アクセサリー屋さんもあります。こういう路地を歩いているとスリとか大丈夫かなと思うことがあります。もちろんリスクはありますが、タイはまだ安全な方なのかなと感じます。ここと比べてパリはすごかったですね。2012年に旅行で訪れたのですが、駅で財布をすられたんです。初の海外旅行だったので衝撃でしたね。まあバッグのチャック全開で歩いてたんですけどね。ワットパクナム終わったので、タクシーに乗りたいと思うんですが、ワットパクナム前の道路一通で結構渋滞してるため、多分タクシーを呼ぶとこの渋滞で時間がかかることを考えたので、今から少し大通りの方に移動して、そっちでタクシー取ろうと思います。でワットパクナムの入り口までタクシーが来てくれるので、多分待てば入り口まで来てくれるんですが、まあ散歩がてらちょっと移動してみようと思います。ということで、ワットパクナムはいかがでしたでしょうか。入場料は無料なのでお気軽に観光で行けるかなと思います。緑ガラスブッドは美しかったですよね。タイ旅行の際にはぜひ訪れてみてください。ということで本日の動画はここまで。チャンネル登録と高評価のほどお願いします。では次の動画でまたお会いしましょう。またねー。